純銀 18.5g と銅 1.5g を混ぜて、20g の925銀を作ります。今回の925銀はスターリングシルバーとも呼ばれる銀合金で、シルバーアクセサリーでよく使われているものです。また銀に銅が5から 8% 入っている銀合金は、加工硬化後の熱処理により自光硬化が起こり強度を得ることができます。それじゃ作るよ。まずは先ほどの材料を溶かし合わせます。材料を溶かし合わせる地金吹きの作業では、チョコ皿と呼ばれる素焼きのお皿を使います。このままでは溶けた金属が張り付いてしまうので、本砂を表面に溶かしておきます。本砂は溶剤、また不純物除去の役割もあります。こんな感じで準備 OK です。溶かし合わせた金属の湯を流す明け方に、ミシンオイルを引いておきます。銅を先に入れて、次に銅を覆うように純銀を入れます。熱がこもりやすいようにチョコ皿をちょこんと置いたら、バーナーで溶かし合わせていきます。溶けた実が踊り始めたら炭素ボンで攪拌します。1分くらい。頃合いを見計らって明け方に一気に流し込みます。925銀のインゴットの出来上がり。表面についている本砂を叩いて取り除きます。インゴット表面の酸化皮膜や不純物を希硫酸に浸して除去します。5分後。希硫酸から出した地金は重曹などで作った弱アルカリ性の硫黄液に浸して中和した後、水洗いしています。インゴットを熱して熱管加工を行います。インゴットの状態では、銀合金の分子はふんわりと並んでいる状態になっています。金槌で繰り返し叩くことで分子間のつながりが密になり、また、結晶格子に歪みを与えることで熱処理後の銅分子の消失による自光効果も期待できます。平たく言うと地金を叩いて鍛えています。繰り返しこの作業を行い、この後の圧延ローラーに入るサイズまで伸ばしていきます。手動の圧延ローラーで地金を角棒の形に伸ばしていきます。途中硬くなった地金は、焼きなましを行い柔らかくします。ある一定の温度まで熱を加えることで、キュッと縮まった金属分子が元のふわっとした状態に戻ります。これを再結晶と呼びます。ただ、完全に最初の結晶状態に戻るわけではなく、深部には加工効果の状態の部分が少しずつ残っていくと体感的にですが思います。最後に一対の面のみ幅が広くなるように平らなローラー部分で伸ばします。硬くなったら再度、焼きなましをして、歪んだ形を木槌で整えて材料の角棒の出来上がりです。今回は、高さ 2.5mm、横幅 3mm の角棒を作りました。ちょっと目差が誤って高さ 2.45mm になってます。製作するリングサイズの材料を取ります。今回はリングサイズ18号で製作します。
必要なサイズの材料の長さは、サイズリングの内径プラス地金圧 ×3.14 で計算します。この計算式を図解すると次のような感じになります。1本の角棒があるとします。上面と底面の辺の長さは同じですが、丸めた時に上面と底面の長さに厚さ分の誤差が生じます。内側は短くなり、外側は長くなってしまいます。この時に誤差のない接点は真ん中のラインになります。ですのでこの部分の円周を出せば誤差の生じない円を作ることができます。点々部分の円周は、図のように、目標のリングサイズの内径に地金の厚さを足した数値を直径として 3.14 をかければ円周が出ます。製作する18号のリングの内径は 18.7 ミリ。地金の厚さは 2.45 ミリ。計算すると、加工時の減り分を考えて少し長めの67ミリで材料取りしました。目的の長さに切り分けていきます。圧延作業でシワが入っている部分は切っておきます。先ほど算出した長さを切り分けます。焼きなましをして柔らかくしたら、片方が丸いやっとこで丸めて両端を合わせます。接合面は一度、糸の子を入れて均一にしておきます。合わさった部分を、インロウで溶接します。今回は3ブローです。インロウの溶け具合が甘くて恥ずかしいです。気硫酸に浸して酸化皮膜を除去したら、新金を使って形を整えていきます。後で内側を削るので、この段階でのサイズは少しだけ小さめにしています。ヤスリ作業に入ります。まずは、鉄鋼ヤスリ、インチヤスリの粗め 150mm を使ってヤスっていきます。持ち方はこんな感じで、持ち手の柄を短く加工して使っています。まずは側面を慣らしていきます。途中ノギスを使って平行になっているか確認します。次にリングの内側をヤスります。この時は5本組の腹丸ヤスリチユ目を使っています。円の曲線に沿うような動きでヤスっていきます。ヤスリだけは少しずつ、ヤスリ箇所が重なり合うような感じで進めています。最後は面が丸くなるように、ヤスった面をつなげる感じで成形しています。こんな感じです。
今回のリングのメインとなるコウマルの部分をヤスリで成形していきます。イメージとしましては、イラストのように少しずつ角を落として最終的にかまぼこ型になるように進めていきます。まずは最初の角の部分を一周ヤスっていきます。先ほどの作業で角に針が出ているので取っておきます。広い範囲を均一にヤスる場合は、最初にヤスった部分と、次にヤスる部分が半分くらい重なるような感じで少しずつ進めるようにしています。こんな感じです。さらに角の部分をヤスっていきます。こんな感じ。次に、5本組の先細ヤスリチユーメを使って全体をならすようにヤスります。こんな感じで曲面に沿うような動きでヤスっています。ヤスりがけの時の姿勢は、脇を締めた状態でハスに構えて、ヤスりがけの方向と腕の骨、肩が一直線になる姿勢で行っています。だんだんとコウマルっぽくなってきましたよ。今度は、5本組の先細ヤスリ油目を使って細かい目に整えていきます。前の工程よりも細かい目のヤスリをかけるときは、前にかけたヤスリと同じ方向ではなく、ヤスる方向が交差するようにかけています。そうすることで、前のヤスリの溝がスムーズに細かい番程とヤスられるように思います。こんな感じ。サイドの面を、鉄鋼ヤスリ、平 200mm の油目でヤスっていきます。内側は、5本組、腹丸油目でヤスっていきます。仕上げのヤスリは、バローベ、塩ビ 88mm 精密で仕上げていきます。だんだん完成が見えてきました。中仕上げに紙ヤスリ6択板と8択板をかけます。木の棒にマスキングテープを貼り、そこへ両面テープを貼った紙ヤスリを貼り付けて使います。マスキングテープを下地に貼っておくと、紙ヤスリの貼り替えがスムーズにできますよ。紙ヤスリ作業の前に、前の作業で出た地金の粉を回収します。長年の相棒の銅のちっちゃい手作りちりとりで地金の粉を回収しますよ。回収した粉は精錬して使います。これまでの作業同様に紙ヤスリをかけていきます。内側の作業は普段ルーターを使うのですが、今回は電動工具は使わない仕上げを行いたいと思います。目が潰れて使えなくなった塩ビのヤスリに、紙ヤスリをつけてヤスっていきます。次はいよいよ仕上げの工程です。普段でしたらここからルーターにフェルトポイントと研磨剤を使って仕上げていくのですが、今回は電動工具を使わない方法で仕上げていきます。こちらは、木下げという道具です。下の面が鋼になって折り研ぎ出した刃の部分で削り面を均一にします。研ぎ出す刃は2分目にして、刃が立って地金にめり込まないくらいに調整しています。持ち方は作業内容によって変えています。細かい作業は鉛筆のように持ったり、今回のような広い面の場合は小指に挟んでしっかり持って使っています。手は極力固定して均一な動きができるようにしています。場合によりますが、今回は地金の方を動かして木下げをかけています。木下げはヤスリとは異なり、
全工程のヤスリの方向と同じ方向にかけることで均一な面を出しやすいように思います。下の方が木下げをかけたところです。内側も木下げをかけていきます。この時はヤスリと同じ持ち方にしています。木下げもヤスリかけ同様に、前に削った部分が少し重なる感じに削っていきます。曲面は輝きやすいので楽しいです。側面も少しずつ丁寧に木下げをかけていきます。木下げの作業が済んだらヘラを使ってさらに表面を均一にしていきます。こちらは、調光ヘラという道具です。ヤスリ鋼製のほか炭化タングステン製など色々あります。ヘラは作業前に磨いて鏡面にしておきます。木の板に青棒4000番やダイヤモンドコンパウンド8000番などで磨いています。ヘラ掛けは強く押し付けて作業するので手を痛めないように皮を巻いたりして使っています。動かし方は先ほどの木下げと同じ感じで行っています。滑りを良くするために水を少しつけて作業しています。上の部分がヘラが消した箇所です。輝いてきましたね。最後まで丁寧に。側面も、内側も、ヘラ掛けにより面の境目に針が出るので、木下げで取り除いてから再度ヘラをかけます。ヘラ掛け終了。最後の仕上げに研磨剤のブラノールとセーム革、鹿革を使って磨き上げます。ほんの少しセーム革に研磨剤をつけて伸ばしたら、あとはひたすらゴシゴシ磨きます。完成です。今回のコーマルリング製作は、ヤスリの基本がたくさん詰まった作業工程になっています。繰り返しの作業は根気がいりますが、続けることで体に精密な機能をプレゼントしてくれます。また今回の鏡面仕上げの工程は、電動工具でもある意味同じ段階を踏んで鏡面を作り上げていますので参考にしていただけたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画をお楽しみに。